ガンダム作品の戦場には男性だけでなくエースパイロット級の卓越した操縦技術を持つ女性パイロットがたびたび現れます。特に宇宙世紀では強力な女性ニュータイプや強化人間が戦場で暴れ回り、男顔負けの戦果を上げていました。今回はそんな宇宙世紀に名を轟かせた最強格の女性パイロット8選について見ていきたいと思います。なお本動画はコミュニティでアンケートを取った内容から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。ララースン。まず機動戦士ガンダムからアムロとシャアに多大な影響を与えたパイロットララースンです。シャアによって見出されたニュータイプでフラナガン機関での訓練を経てキシリア配下のニュータイプ部隊に配属され、ニュータイプ専用モビルアーマーエルメスのパイロットとなります。パイロットとしては素人でしたが、その高いニュータイプ能力を生かし、ソロモンに集結していた連邦軍の艦船やモビルスーツをビットによる超長距離からのオールレンジ攻撃で次々に撃破していきました。当時はまだ遠距離からのオールレンジ攻撃という概念がなかったため、連邦軍は見えない攻撃に味方が撃墜されていく様を正体不明の敵による攻撃として恐れ、ソロモンの亡霊と呼ばれています。なお後年のニュータイプ専用機とは異なり、エルメスには最初期のサイコミュしか搭載されていないにもかかわらず、遠距離からビットを巧みに操り攻撃していた様から、ララーが宇宙世紀を通してどれほど優れたニュータイプだったか伺えるのではないでしょうか。その高いニュータイプ能力はニュータイプとして覚醒しつつあったアムロとも拮抗するほどのもので、戦いの最中には2人の意識が共鳴するほど能力が研ぎ澄まされましたが、最終的にはガンダムに撃墜されそうになったシャアをかばったことでコックピットをビームサーベルで貫かれ死亡します。なおララーの化け物じみたニュータイプ能力は味方の士気にも良くない影響を及ぼしてしまい、中には我々はバカバカしくなったとララーへのコンプレックスをこじらせた兵士も現れ、前衛の任務を放棄されララーが危険にさらされる場面もありました。ニュータイプ能力に関しては宇宙世紀を通してもトップレベルのものを持っていたものの、ニュータイプに対する認識が浸透していなかった時代に力を示してしまったため、周囲との不和を生み悲劇的な最後を迎えてしまった悲しきニュータイプの代表と言えるのかもしれません。なおそんなララーのニュータイプ能力はジークアクスではさらに強調され、シャアが死なない世界線を作れるまで時間をループできるほどの力になっており、ジークアクス終盤放送時にはネットでシャア生存 RTA というネタが流行っていました。シーマガラハウ。続いて OVA0083 スターダストメモリーからシーマ艦隊を率いる女傑シーマガラハウです。シーマはパイロットだけでなく、一年戦争の頃はキシリア配下のジオンコウ国軍突撃機動軍海兵隊、通称シーマ艦隊の司令官を務めるジオンでは珍しい女性将校でした。その肩書きにふさわしい指揮能力を有しており、宇宙海賊になった後も大胆不敵ながらも的確な指示で艦隊を率いており、ならず者の集まりであるシーマ艦隊の面々からも信頼を寄せられています。もちろんパイロットとしても高い技能を持っており、作中屈指の操縦技術を持ちます。第5話では2号機を追撃するアルビオン隊襲撃のために出撃。強化されているとはいえ、一年戦争時の機体であるゲルググマリーネを回収したマリーネライターで連邦のサラミスを一瞬で撃破。さらにアルビオン隊のモビルスーツとの戦いでは最新鋭の量産機であるジムカスタムとも互角の戦いを繰り広げ、宇宙用に回収していなかったとはいえガンダム試作1号機を一方的に蹂躙するほどの活躍を見せています。特にシールドで致命傷を避けながら的確に機体を操り弾幕を抜けていく姿からも、作中でも屈指の操縦技術を持っていることが伺えるのではないでしょうか。ただ序盤は1号機を蜂の巣にしながらもその堅牢さを前に落としきれず撤退したり、フルバーニアンとなった1号機の機動性に翻弄されたりと、機体の性能差に足を引っ張られている印象もありました。また終盤ではせっかくアナハイムエレクトロニクス社から譲渡されたガーベラテトラに登場したものの、ガンダム試作3号機デンドロビウムとの戦いではビームマシンガンでわずかながらダメージを与えることができたのみで、最後はメガビーム砲で串刺しにされ撃墜されてしまいます。そのため高い技術を持っているものの、交戦相手の機体が悪く
活躍を見せきれなかったという印象があります。しかし後年の作品ではその腕が遺憾なく発揮される描写もあり、漫画0083リベリオンでは機体の機動力を生かしてノイエジールを翻弄したり、ゲーム UC エンゲージのイベントストーリーの0083ペッシェモンターニュ星屑たちに花束を2ではガンダム試作4号機をマリーネライターで翻弄するほどの活躍を見せていました。これらの活躍を見る限りオールドタイプであるにもかかわらず、共感人間やニュータイプひしめく女性パイロットの中でも非常に高い技量を持っているのではないでしょうか。ハマーン・カーン。続いて機動戦士ゼータガンダムからアクシズの実質的な指導者であるハマーン・カーンです。ミネバラ・オザビの摂政という立場から若くして戦場の指揮官だけでなく政治家としても矢面に立ってジオン残党をまとめ上げ、エウーゴとキターンズに対しても強気の立ち回りを見せていきました。パイロットとしての腕前も一級品で、ハマーン自身も操縦技術に相当の自信があるのか、基本的にノーマルスーツを着用せずに出撃していました。実際46話ではシロッコ、レコア、サラを同時相手にした際もファンネルを用いたオールレンジ攻撃でむしろ3機を翻弄しています。グリプス2における最終決戦でも大立ち回りを見せており、ほぼ無傷の状態で帰還しています。特にクワトロとの戦いではファンネルの有無も相まってかなり一方的な戦いを繰り広げています。またダブルゼータガンダムとの戦いではファンネルの使用を制限していたにもかかわらず互角以上の戦いを繰り広げるなど、グリプス戦役から第一次ネオジオン戦争期に活躍したエースパイロットの中でもトップレベルの実力者だったことは明らかです。またニュータイプ能力に関しても宇宙世紀屈指のもので、シロッコを驚愕させるレベルのプレッシャーを放ち、両者一歩も譲らない拮抗状態になっています。しかもダブルゼータガンダムとの戦いではコロニーレーザーの 20% ほどの出力を誇るはずのハイメガキャノンをサイコにて展開したオーラで防ぐなど超常的なニュータイプ能力を発揮していました。なおグリプス戦役から第一次ネオジオン戦争にかけてモビルスーツは恐竜的な進化を続けており、キュベレイも終戦頃には世代遅れの機体となっています。しかもキュベレイは総水力やジェネレーター出力という単純な機体スペックでは百式とさほど変わらない中、格上の機体相手に互角以上に戦っていたことからスペックも考慮するといかにハマーンの操縦技術とニュータイプ能力が高かったかが伺えるのではないでしょうか。ルール化。続いて機動戦士ガンダムダブルゼータからアーガマのガンダムチームの一員であるルール化です。民間人上がりの非正規兵が多いガンダムチームの中で唯一の正規兵であり、階級は少尉となっています。作中では流星のマークがついた専用のパイロットスーツを身につけていることから、軍の中でも名の知れたパイロットであると推察できます。実際カミーユやジュドーほどではないにしろ高いモビルスーツの操縦技術を有しており、ジュドーがダブルゼータに乗り換えた後はゼータガンダムのパイロットとなり、ピーキーな機体を難なく扱っていました。またジュドーが小回りが利くという理由でゼータに登場した際はダブルゼータの臨時パイロットを務めていましたが、扱いの難しい大型機も特に問題なく使っています。ちなみに特技はメカ操縦全般とのことで、モビルスーツに限らずあらゆる兵器の扱いに長けているようで、序盤はモビルスーツだけでなくコアファイターのパイロットも務めていました。このように様々な機体を乗りこなすセンスの高さを持つエース級のパイロットとなっています。また最終決戦では一瞬の隙を突きコックピットの外に出たグレミーを狙撃するなど、一時の感情に惑わされないとっさの判断力にも優れていました。また非正規兵ばかりだったガンダムチームの中で唯一職業軍人としての意見を言える人物で、時に児童を奮い立たせる役も担っています。ただ正規の軍人にしては少々抜けているところもあり、うっかりでグレミーに捕らえられてしまうなどピンチに陥ることもありました。かっこいい女の子がドジやるから可愛いってさ。を字で体現したようなキャラとなっています。プル2。続いてガンダムダブルゼータからグレミー・トトが生み出した強化人間プルシリーズの一人プル2です。ニュータイプ部隊として運用するために生み出されたプルシリーズの中でも特に優秀な上、プルが私の一等激しいところだけを持った人と語っている通り、かなり攻撃的な性格の持ち主となっています。その能力と性格を見込まれてか、
数々の高火力のニュータイプ専用機を託されていました。ただ、ジュドーやプルが絡むと心が乱されてしまい、思うように戦えなくなってしまうことも多く、ダブリンへのコロニー落としの際にはサイコガンダムマーク2で出撃するものの、プルの捨て身の攻撃に動揺し、激怒したジュドーに機体を撃破されてしまいます。また、クイーンマンサに登場していた際も、ジュドーと対峙してからは、プルの精神に惑わされ、まともに戦えなくなるなど、強化人間ゆえの不安定さが腕を鈍らせる場面も多々見られました。ただ、平常時には、その強化された能力と、攻撃的で冷静な性格は、戦場で存分に発揮されており、単純なスペックでは、はるかに上のゲーマルクに対し、キュベレイマーク2で、互角以上の戦いをしていました。さらに、クイーンマンサ登場時には、ラビアンローズを沈めたり、ゼータやマーク2を一瞬で中破させるなど、その高い技量を見せています。このように、扱いが難しい高火力のニュータイプ専用機を自在に操る様子から、強化人間の中でも、トップレベルの腕を持つことは確かですが、45話では、強化されたマシュマーとの戦いで、いとも簡単にファンネルを撃ち落とされて苦戦するなど、戦闘力が不安定な様子も見られました。マリーダ・クレス。続いて、ガンダムユニコーンから、プルシリーズの数少ない生き残りである、プル12ことマリーダ・クレスです。ネオジオン残党のガランシェエル隊でニュータイプ専用モビルスーツクシャトリアを借り、ネールアーナマやバナージに迫りました。プルシリーズの一員ですが、プルやプル2と異なり、性格は冷静沈着で、戦闘も淡々とこなすクールなパイロットという印象を受けます。戦闘中の判断も的確で、スタークジェガンを狩る謎のエースパイロットとの戦闘では、とっさにスラスターを噴射して防御しており、他のプルシリーズとは違い、ニュータイプ能力ばかりに頼るのではなく、培った経験と操縦技術で場を制する円熟した戦闘スタイルが印象的です。そのため、平常時のマリーダの戦いぶりは、あまり強化人間らしくないという印象を受けるのではないでしょうか。ただ、ユニコーンが起動してからは、あまり活躍の場がなく、機体の性能差に圧倒されたり、再調整された後はバンシーに飲まれそうになるなど、強化人間らしくガンダムに翻弄されていました。しかし、最終決戦では、オリジナルの5分の3ほどまで出力が低下しているクシャトリアリペアードで出撃、自身も万全の身でないにもかかわらず、バンシーノルンの脚部を損傷させるほどに追い込むなど前線し、その高い操縦技術を見せつけています。ガンダムダブルゼータでの描写を見る限り、ニュータイプ能力は、プルやプル2の方が優れているようにも見えますが、短命で終わることの多い強化人間の中では珍しく、戦場で培ってきた経験を持ち合わせていて、しかも、精神面でも基本的には安定しているということで、強化人間の中では大きな強みを持っているのではないでしょうか。ファラグリフォン。続いて、機動戦士ビクトリーガンダムから、ザンスカール帝国のギロチン執行人ことファラグリフォンです。ベスパの司令官でありながら、当初は相手の挑発にすぐ乗ってしまったり、ウッソに執着しすぎて作戦に失敗して部下を失ったりと、感情的な未熟者という印象を受けるシーンが多くありましたが、宇宙漂流の刑に処されてしまい、精神が崩壊してからは、その狂気が宇宙世紀最強レベルのパイロットへと押し上げました。ザンネックに登場した際には、地上の敵からは一切反撃を受けない、静止衛星軌道上からの超長距離狙撃を行い、敵を蹂躙しています。宇宙世紀では、電子機器を撹乱するミノフスキー粒子があるので、基本的に有視界戦闘しかできないという設定がある中、そのセオリーを高いニュータイプ能力と鈴の力で打ち破った人物です。また、白兵戦においても V2 と互角以上の戦いを繰り広げており、V2 ガンダムに乗り換えた後のウッソを実力で撃破寸前まで追い込んだ数少ないパイロットの一人となっています。ただ、その戦い方も非常に狂気じみており、自身が生身を晒しながら相方のキルに砲撃させようとするなど、自分の命すら顧みない戦い方で執念深くウッソを苦しめました。ザンネックが撃破された後はゲンガオゾへ乗り換えて執拗に V2 を狙いウッソを苦しめています。最終的にマーベットによる捨て身の援護と彼女の中に宿ったもう一つの命にファラが動揺を見せたことで撃墜されますが、マーベットの赤ちゃんの力がなければ倒せなかったのではと思うほどの活躍を見せていました。この宇宙世紀最強レベルの V2 とウッソのコンビをあと一歩のところまで追い込んだ様から、ハマーンにも並ぶ宇宙世紀屈指の実力者ではと言われることもあります。ただ、精神が一度崩壊して
情緒が非常に不安定なので、マーベット介入時のように何が隙を生むかわからない脆いパイロットと言えるのかもしれません。カテジナ・ルース。続いてビクトリーガンダムより宇宙世紀のみならずガンダムシリーズ全体での屈指の悪女にも数えられることの多いカテジナ・ルースです。当初は主人公の憧れのお姉さん枠であったものの、ザンスカールに渡ってから徐々に狂気に染まっていき、モビルスーツに登場してからはその狂気はさらに研ぎ澄まされていきます。またモビルスーツの操縦技術に関してはもともとセンスがあったのか、次々に戦果を上げザンスカールのエースパイロットへ成り上がっていきました。しかしエースとは言ってもそこまで強さが目立つというほどの感じはありませんでしたが、カテジナの進化が発揮されるのはゴトラタンに登場してからです。最終決戦であるエンジェルハイロー攻防戦では V2 のバスター装備を破壊したり、シュラクタイやオデロのガンブラスターなどネームドキャラの機体を次々に撃墜していきました。特に終盤まで生存していたシュラクタイに関してはほとんどがカテジナによって撃墜されています。このように作中でも屈指の実力を持つパイロットを圧倒できるほどの技術を持つカテジナですが、その強さの本質は単純な技術ではなく、狂気から生み出される正気の沙汰とは思えない戦術にあります。特に終盤は生身をサラシウス層を油断させて近づき、腹部をナイフで突き刺す、ネネカ隊に水着を着せて生身で V2 に白兵戦をさせるエンジェルハイローのブロック真下で待ち伏せし、シャクティを救おうとするウッソを狙い撃ちにしようとするなど、恥も外聞も捨てた汚すぎる戦術を多数披露しました。そのためカテジナは単純な技術だけでは推し量ることができず、その手段を顧みない数々の戦術から宇宙世紀を見渡しても並ぶ者のいない最強のパイロットと言っても過言ではないのかもしれません。ということで以上、宇宙世紀で最強格の女性パイロット8人についてでした。ちなみにアンケートでは他に初代ガンダムからセイラマス、第 08MS 正体からカレン・ジョシュア、ゼータガンダムからライラ・ミラライラやフォウ・ムラサメ、ガンダムダブルゼータのプル、逆襲のシャアのレズン・シュナイダー、ビクトリーガンダムのマーベット・フィンガーハットなども挙げられていました。ぜひ皆様が思う宇宙世紀最強格の女性パイロットもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。